あなたは都合の悪いことを隠したことがありますか？遡ること5年ほど前の2016年、中国上海。ここに住む男性、ジュウ・シャオタンはある日の朝、自宅のベッドに腰掛けながらため息をついていました。めんどくせえな。ジュウはベッドの上に転がる肉の塊を見てため息を一つ。そして彼はそれをベランダに置いてある小型の冷蔵庫の中に入れます。ジュウはその後、何事もなかったかのように出かけていきました。彼がいなくなった部屋に漂うのは大量の血の匂い。ジュウが冷蔵庫に入れた肉の塊は、殺したばかりの妻だったんです。ドラマティックな奇跡の末に結婚した美男美女カップル。なぜ105日間もの妻の不在が友人や家族に見破られなかったのか。誰もが羨む夫婦の闇の関係とは。オーソス強行将軍みたいな男になりたい。でも王毅将軍も好き、ケンちゃんです。美しさを冷凍保存した女、闇みこです。というわけでね、本日はね、なんと恐ろしいんですけど、夫によるね、妻殺しの事件についてご紹介していきたいんですけど、この話聞いた時に、外っ面で人間判断するのマジでやめた方がいいんだよ。そりゃそうよ。やっぱ内面も見ないと。最低限さ、タイプはあるにしても、もうそれだけでその人最高とか思ってたら足元救われるぜ、チミチミみたいな話なんですよ。今回気をつけてください。早速ね、この夫婦の出会いから見ていきたいと思います。それはまさに運命の出会いだったはずなんです。運命の出会い。ジュウ・シャオタンとその妻ヤンの出会いは、ジュウの同級生が開いた飲み会の席。ヤンは白い肌に艶やかな黒髪、整った目鼻立ちの美人。そんな美しい彼女の職業は小学校の教員。学生の頃から成績優秀で倍率の高い就職試験にも見事合格。まさに才色兼備と言えるヤンをジュウは一目で気に入りました。そしてヤンもまたジュウからのアプローチにまんざらでもない様子。なぜならジュウも自他ともに認めるイケメンだったんです。ジュウは10歳の時から母子家庭で育ち、高校卒業後はアルバイトの日々。大変な子供時代を過ごしたジュウは20歳の時に人生を変える挑戦をします。その挑戦とは芸能オーディション番組への参加。オーディション自体は序盤で早々に敗退することになるんですが、この出来事はジュウの人生を大きく変えたんです。もしかして俺ってイケメン？やかましいわ。そう、ジュウはオーディションに勝ち残れるような特技や長所はないものの、オーディション番組に参加できたことで自分の外見の良さに気づいたんです。それからというもの、ジュウは外見にお金をかけ始めました。そしてジュウはもともとギャンブル癖もあったため、借金を繰り返し激しく散財する生活をしていました。こんなナルシストでお金にだらしないジュウに真面目で優秀なヤンがなぜ？実は順風満帆に見えるヤンの人生にも一つ悩みが。それは親の過干渉。3人姉妹の末っ子として生まれたヤンは両親に大切に育てられる一方、過剰な干渉を受けていたんです。時には親に言われて友人と縁を切ったことまで。そんな息苦しい生活を送っていたヤンにとって見た目が良くて自由なジュウは魅力的に映ったのかもしれません。いや、典型的なダメンズじゃないのよ。これもうヤンしっかりしなさいよ、本当に。ダメなんですよ。2人はね、晴れてカップルにとかね思ったんです。無理だったんですよね。というのもなんとね、ジュウとヤンでうまくいってたんですけど、なんかね、ジュウがね諦めちゃうんですよ。愛の障害。飲み会の席で出会ってからお互いに惹かれ合っていたジュウとヤン。二人は周りから見ても仲睦まじくすぐに結ばれると思っていました。しかしある日、ジュウはヤンにこんな話を切り出します。ヤン、俺はもうヤンと会うのをやめる。旅に出るんだ。なんとジュウはヤンに思いを伝えることもなく、チベットに一人で旅立ってしまったんです。ジュウがヤンを置いてチベットに向かった理由、それは脳腫瘍の治療。実はジュウは脳腫瘍を抱えており、時折ひどい頭痛に悩んでいたんです。もう治療しても絶望的だったジュウが最後の望みをかけたのは、パワースポットとして名高いチベットの大自然に溢れる力。チベットに向かったジュウは雪山のふもとに住み、雪解け水を飲み、野ウサギを食べ、自然の中で暮らしました。その結果、効果は全くなし。それどころか今までいない激しい頭痛に襲われてしまったんです。なんで？ジュウは急いでチベットから上海へ帰国します。そして病院へ行ったジュウに医者が衝撃的な言葉を伝えるんです。ジュウさん、落ち着いて聞いてください。ジュウさんの頭にあった脳腫瘍がなくなっています。なんと、ジュウの脳腫瘍はチベットから帰国すると治っていたんです。そしてジュウは喜びもつかの間、こんなことを考え始めます。ヤンに会いに行こう。今度こそ思いを伝えるんだ。こうして2013年9月、ジュウとヤンが26歳の時、ついにジュウが愛しのヤンに思いを伝え、二人の関係は始まりました。何これ、カンドラじゃないよ。そもそもなんで脳腫瘍は治ったのよ。それはね、実ははっきりとは分かってないんですよ。でも大自然の力をね信じたことによるプラシーボ効果なんじゃないかとも言われてるんですよね。それだとちょっとは納得できる。ヤギの睾丸の時のね、動画でも出たんですけど、なんかやっぱ人間ね、変化があった時にその変化によっていい方向に行ってんじゃねって勘違いしちゃうんですよね。
気持ち次第。そして実はね、このままね幸せかと思いきやそうでもなかったんですよ。垣間見えた本性。ジューとヤンが交際を始めて1年が経ったある日、ヤンは家族にジューを恋人として紹介しました。ヤンは過干渉な親にジューの存在を話すのを嫌がっていたんですが、婚約したことをきっかけに家族公認の中に。家族に紹介されてからはヤンの家族と食事をすることもありました。時にはお酒を楽しむこともあったようなんです。過干渉な親はジューのことも警戒していました。なぜならジューはこんなことを言っていたんです。ヤンを叱っていいのは俺だけだ。他の誰にもヤンを叱ることはできない。家族はヤンを下に見るようなジューの発言に違和感を覚えます。しかし当のヤンはジューと仲睦まじく幸せな日々を過ごしています。結局この10の発言は結婚を反対するほどの決定打にはならず、2人は2015年の12月31日に夫婦になりました。これが地獄の始まりだとも知らずに。これからやっとラブラブハッピーな生活が始まるんでしょ。きっちりなラブラブハッピー。きっちりな2人はね、ジューが母親と暮らしてたねアパートでね、うん一緒に住み始めて、うん結構うまくいってたんですけど、2ヶ月ぐらい経ってからね、俺の滑舌と一緒でね、もうだんだんねちょっとね様子がおかしくなってきちゃったんですよ。わかりやすい。最初は貧しいながらも幸せな新婚生活を送っていたジューとヤン。しかし結婚から2ヶ月後の2016年2月10日、ヤンが SNS にこんな投稿をしたんです。男性の連絡先をジューに消されてしまう。ジューは次第にヤンの行動に口を出してくるように。うざ。他の男と連絡を取るな。勝手に買い物をするな。SNS をするな。うざ。ジューの束縛は落ち着くどころかどんどんひどくなり、結婚から半年が経つ頃には2人は頻繁に口論をするように。勝手に買い物してるんじゃねえよ。何よ。友達と買い物に行くのぐらい私の自由でしょ。勝手に私の WeChat 消さないでよ。うるせえ。些細なことでいちいち騒ぐんじゃねえ。 WeChat というのは中国で普及している LINE のようなチャットツール。ジューは過剰なまでにヤンの行動を制限するようになっていたんです。しかしある日ヤンはとんでもない光景を見てしまうんです。それはジューが見知らぬ女性と歩く姿。そう、ジューはヤンを束縛する一方で浮気をしていたんです。はい、アウト。ダメ男にも程があるでしょ。もうほどほどにしなさいよ。身勝手すぎるわよ本当に。その後ね、ヤンとジューはねすげえ口論になって、うんなんとねジューは段ボールの切れ端にもう浮気はしませんって書いたんですよ。ダンボールの切れ端の時点で認めない。まあそのやる気ないじゃない。もう絶対浮気するよね。浮気しないわよって言ってブリンブリンってそこら辺にあったダンボールちぎってほいって書いてあるわけでしょ。やっつけじゃない。質よりスピード優先したんですよね。聞こえはいいけど。そしてね、ジューがヤンに行った行動っていうのは典型的な精神的 DV なんです。というわけで本日のメトラキーワード、精神的 DV について。家庭内で行われる暴力のうち精神的な暴力を指します。心ない言動により相手の心を傷つけるものは精神的な暴力とみなされるんです。殴る蹴るなどの身体的暴力がなくても精神的暴力の結果、被害者に精神障害が発生する可能性もあるんです。もし精神的 DV で相手に精神障害を与えた場合、傷害罪として処罰されることもあります。精神的暴力は大声で怒鳴る、危害を加えるふりをして脅すといった直接害をなす行動だけではありません。無視や人間性を否定するなど、いわゆるモラルハラスメントに分類されるような言動も精神的な DV に当てはまるんです。また実家や友人との交流の制限や仕事を退職させる、行動を細かくチェックするなど、社会から孤立するように仕向けるケースもあります。連絡先を立たせたり、交友関係に口出しをしたり、まさに10の行動は精神的 DV の行動と言えるんです。精神的 DV はその性質から家族以外の人間に気づかれにくいという問題があります。被害者は家庭内で全てを監視管理され、徐々に被害者の自尊心や判断力が奪われていくんです。そして被害者本人が自分に非があると思い込んでしまうケースも少なくありません。銃のヤンに対する行動がめちゃくちゃ当てはまってんじゃない。いやそうなんですけど、でもね、ヤンにはね自覚症状がなくてね、状況がねどんどん悪化してしまうんです。夫婦の終焉。2016年9月19日、ヤンがこんなことを SNS に投稿しました。最近夫が親切で私は少しパニックです。たくさんご飯を食べてくれるし、服を買うかどうかを聞いてくれました。いつもはヤンの料理を美味しくないと言い、余計な買い物をするなと怒っていたジューらしくない行動。ジューの異変にヤンは不安を感じていたんですが、ヤンは過干渉な家族に SNS を見られないようにブロックしていたため、その不安に気づく人はいませんでした。それから翌月の10月15日、ジューはヤンを連れて国内旅行に旅立ちます。しかしそこではジューの散財が原因で口論に発展。ジューはなんとかヤンの機嫌を直そうとしたんですが、ヤンは16日に帰宅してからもずっと不機嫌なままでした。ヤンの怒りは収まらず、17日の朝も不平不満を言っていたそうなんです。そしてその止まらない文句がジューを強行に走らせました。うるせえよ。ジューは右手をヤンの首に伸ばし、そのまま力を込めました。ヤンは大声で叫ぶこともできず、紫色に変色した顔色も落ち着き、息を引き取ったんです。ついにやりやがったわねマジで。もうほんとクソ野郎っすよね。実はね、後の取り調べでね、ジューはねしつこく文句を言ってくるヤンを黙らせたかったと言っているんです。最後の最後まで自分勝手じゃないこいつ。でもね、ジューの本当にヤバいところっていうのはここからが本番なんです。今から
ついにヤンを殺してしまったジュウが最初にしたことは遺体の解体。手際よくヤンの遺体をバラバラにしていくジュウ。そして小さくなったヤンをまとめたジュウはその切り刻んだ遺体をベランダの冷蔵庫に入れたんです。怖っ。そして次にジュウがしたことはヤンの携帯電話の操作。なんとジュウはヤンの携帯から自分の口座へ電子マネーを送金。何事もなかったかのように浮気相手とホテルに向かいました。さらにジュウはヤンの元に届いた家族や友人からのメッセージにヤンのふりをして返信、偽装工作を始めるんです。こうしてジュウの罪は明るみに出ることもなく、彼はいつも通りの悠々自適な生活を送りながら浮気相手と過ごし続けていました。しかしそんなジュウにもごまかせない出来事が近づいてきたんです。それは1月31日、ヤンの父親の60歳の誕生日。ヤンは父親の誕生日に一緒にワインを飲む約束をしていました。もともと過干渉なヤンの親、これ以上隠しきれないことをジュウは悟ります。困ったジュウは自分の母親にヤン殺しの全てを打ち明けます。当然ですが母親からは自首を勧められました。こうしてジュウは母親に付き添われて警察に自首。2017年2月1日、ヤン殺害から105日後のこと。105日間ずっと冷蔵庫に入れられていたヤンの遺体は皮膚の損傷が激しく、美しかったヤンは見る影もなくなっていました。でもさすがにちょっと105日っていうのは長すぎなんじゃないの？学校とかどうしたのよこれ。実はね、ヤンは銃によってね、学校辞めさせられてたんです。もうヤンの稼ぎで暮らしてたんでしょ彼。実はですね、銃はね、突発的な犯行だって言ってるんですけど、なんとね、この殺害のために前もって計画を立ててたんじゃないかっていう行動がね、次々と発見されるんです。取り調べでは計画的犯行ではないと主張したジュウ。しかしヤンが夫が優しいという不安を SNS に投稿する数日前からジュウは不可解な行動を取り始めていたんです。最初は2016年8月28日、ジュウはインターネットで本を購入。その本は死体を冷蔵庫に入る大きさに切断するという内容でした。怖えわ。ジュウはこの本を興味本位で買ったと言い張っていたんですが、彼が冷蔵庫に遺体を隠した行動をどうしても思い起こします。そして最大の疑問はヤンの退職。2016年9月14日の午後、ヤンは突然校長に辞表を提出。しかも夫であるジュウ同伴で。校長が驚いて理由を尋ねると、ヤンではなくジュウが答えたそうです。仕事の都合で香港へ行くことになりました。ヤンも香港に来て専業主婦をしてもらいます。校長は必死にヤンを止めようとするんですが、受け答えを行うのは全てジュウ。15分間の会話の中、ヤンは一言も喋らず、何の反応もなかったと言います。説得を諦めた校長は、せめて両親に相談することを強く勧め、最後に何かあったらいつでも戻ってきていいよとヤンに伝えました。優しいな。ヤンは校長の最後の言葉に静かに涙を流していました。その1ヶ月後の10月14日にヤンは退職。結局最後まで両親に相談はしませんでした。ヤンとジュウが最後の国内旅行に出かけたのはその翌日。2019年7月5日、ジュウに下された判決は死刑。約1年後の2020年6月4日に刑が執行されました。最後まで身勝手でわがままだったジュウと彼の身勝手さに振り回され抜け出すことができなかったヤン。これは目で見ることができないジュウが行った精神的暴力と彼の中の狂気が生んだ犯行でした。パートナーとの関係で苦しんでいたり周りに相談できない人は大なり小なり多くいるのではないでしょうか。このような悲劇を二度と起こさないようにするにはどうすればいいのか。少しの違和感があっても周りの人に相談することを忘れないでください。